あなた、どこで何をしてるの？ちょっと用事があって。あなたの息子は天国に行ったわ。自分の子供の命より大事なことって何なの？もうどうでもいいことだけど。嘘でしょ？ねえ、お母さん、今どこにいるんですか？葬儀の手配をしなきゃいけないから、電話切るね。それから、あなたのところには警察が行くと思うから、覚悟しておきなさい。え？警察？じゃあ、私の名前は優子、58歳。同い年の夫と二人暮らしです。幼稚園の給食室で働いています。可愛い園児たちの笑顔が私の元気の源です。園児はもちろん可愛いのですが、一番はやっぱり自分の孫。孫の名前はカイト。小学2年生になりました。うちから車で5分ほどのアパートに、今は息子の嫁の美香さんと2人で住んでいます。どうして2人かというと、カイトの父親、つまり私の息子が単身赴任でシンガポールにいるのです。小さな子供がいるのに海外に単身赴任だなんて、お嫁さんは大変です。何か力になりたい。ですが、おせっかいなばあさんにはなりたくない。このバランスが難しいのです。嫁は時々孫をうちに連れてきて半日ほど預けます。仕事だったり用事だったり、理由は様々ですが、詮索はしません。来てくれるだけで嬉しいですから。本当はもっと預けてくれたらいいのですが、余計なことは言いません。嫁に嫌われると孫に会えなくなることは、おばあちゃんの世界では常識ですから。帰りにさりげなく、果物やお菓子を持たせます。二人で食べきれるくらいの量です。このくらいならいいかしら。さて、とても暑かった今年の夏の話をしましょう。それまでは週に1回のペースで孫を預かっていたのですが、ぱったり連れてこなくなったのです。催促することもできず、そわそわしながら待つ日々でした。急にどうしたのかしら。何かあったのかしら。病気とかじゃないといいんだけど。心配だわ。気になるわ。寂しいわ。無口で空気のような夫もさすがに心配して、どうしたのか聞いてきたほどです。孫のために買っておいたプリンの賞味期限が切れてしまった頃、私は我慢ができなくなり、嫁に電話しました。もしもし、ミカさん、元気？ああ、お母さん、何か用ですか？えーっと、そろそろカイトの誕生日でしょ？え？ああ、そうですね。プレゼントはどうするの？同じものを選んでしまったら困るから教えてもらえないかしら。ああ、そうですね。まだ決めてないです。あら、そう。じゃあ、どうしようかしら。お母さん、お金にしてください。え？お金なら、カイトが好きなものを買えばいいですから。嫁の言っていることはわかります。合理的だし、確かにそうだとも思うのですが、誕生日のプレゼントは選んだり渡したり開けたりする楽しみがあるじゃない？ああ、それはお母さんの自己満足ですね。そうなのかしら。ごめんなさい。お金なら間違いないですよ。じゃあ、失礼します。あ、ミカさん。まだ何か？いえ、ほら、最近カイトを預けに来ないからどうしたのかな、なんて思ったりして。別に何も。あら、そう。ならいいんだけど。どうしたのでしょう。とても不機嫌でした。何かあったのかしら。連日の暑さで疲れているのかもしれない。あまり話したくなさそうだし、そっとしておきましょう。それよりもプレゼントはどうしましょう。
大きな箱を抱えた孫が喜ぶ姿を見たいのですが、嫁にああ言われてしまったら何も買えません。悩んでいるうちに孫の誕生日当日になってしまいました。プレゼントは悩みに悩んでギフト券にしました。それを持って一緒に買い物に行こうと誘ってみようと思います。嫁は嫌がるかもしれませんが、私には作戦があります。なんと、嫁の分のギフト券も用意しました。私って頭のいいおばあちゃん？おもちゃを買ってあげるわけにはいきませんが、ギフト券だったら嫁も喜んでくれるはず。嫁と孫の都合を聞くために電話をかけます。ワクワクします。ですが、呼び出し音が続くだけ。おかしいですね。誕生日当日ですし、土曜日ですし、家にいると思うのですが、どうしたのでしょう。何度かかけ直したのですが、電波が届かないか、電源が入っていないとアナウンスを繰り返すだけ。その後はかけてもかけても同じです。なんだか不安になってきました。もしかしたらこの暑さで二人とも具合が悪くなったのかもしれない。鍵のかかったアパートの中で倒れていたら万が一もありえます。嫌な予感が止まりません。その時、夫が私の肩を叩きました。驚いて振り返ると、車の鍵を持っています。行こうか。夫はいつも空気なのに、こういう時に行動力があるのです。ありがとうあなた。私たちは急いで車に乗り込みます。今日の最高気温はなんと40度。息を吸うのも苦しいほどに暑いです。何事もないといいのですが、すぐに嫁と孫のアパートに着きました。直射日光で肌がじりじり焼かれるようです。私はインターホンを押しました。気配がありません。いろんな汗が噴き出しています。ミカさん、カイト、いるなら返事して。大丈夫なの？玄関ドアを叩きながら叫びました。これ以上大きな声を出すとご近所迷惑でしょうか。でも、そんなことを言ってられないし。ドアに耳を当てると、かすかにカイトの声がしました。おばあちゃん。カイト？鍵はかかっていません。よかった。玄関が開きました。目の前の光景に私は愕然としました。孫がボロボロ涙を流しながら玄関に正座しているのです。泥や粉で全身ベタベタに汚れています。これは一体。ごめんなさい。足がしびれて立てない孫を夫が支えて抱きしめました。ごめんなさい。ごめんなさい。泣いているせいか、暑さのせいか、顔が真っ赤です。汚れと汗と涙でひどい姿です。どういうことなの？何があったの？孫と同じ目線になるよう膝をついたとき気づきました。汚れているのは泥ではありません。甘い香りがします。チョコレートや小麦粉やバターです。ケーキを作ろうと思った。怒られると思って怯えています。私は優しく話しました。それでどうなったの？バターをこぼして、滑って転んで、小麦粉をこぼして拭こうと思って、チョコをこぼした。見事にすべてこぼしています。怪我がなくてよかったです。ケーキを作るなんてすごいね。頑張ったけど難しかったんだね。それでどうして玄関で正座していたの？私が孫の顔を覗き込むと困ったように目をそらしました。夫は黙ったまま孫の頭を優しくポンポンと撫でました。ママが
家が汚れるからここで正座して待ってろって言ったの。確かに、この姿のままうろうろされたら困ります。だからといって、なぜ玄関に正座する必要があるのでしょう。早く片付ければいいだけなのに。ママがどうしても急いで行かなきゃって。急用かしら。それならうちに預けてくれたらいいのに。あのね、おばあちゃん家に行くときは、秀樹に用事があるとき。でも、秀樹とはもう会えないんだって。だから僕、おばあちゃん家行けなくなっちゃったの。秀樹？一体誰なのでしょう。知りたいような、知りたくないような、知らなければいけないような。今日はパチンコだよ。毎日行ってる。僕は留守番。孫の話が理解できず、言葉がうまく出てきません。パチ？なんだそれは！驚きました。空気の夫が大声を出すのは何年ぶりでしょうか。カイト、うちに行くぞ。風呂に入って着替えだ。その前に水分補給。熱中症になるぞ。でも、ママが正座して待ってろって。ふざけるな！夫の大きな声にびっくりして、また泣き出しそうな孫の手をぎゅっと握りました。暑いのでしょう。汗でびっしょりです。ごめん、カイトを怒ったわけじゃない。私たちはそのまま車に乗り、家に向かいました。車のシートを汚してしまうことを気にする孫に胸が締め付けられます。こんなに小さな子を誕生日に一人ぼっちにしてパチンコ？この話が本当ならひどいことです。嫁に確認する必要があります。電話をかけようとすると、夫が小さく言いました。嫁のパチンコ通いは散歩中に何度か見かけた。まさか毎日とは思ってなかったが。そうだったの？どうするかは俺が考える。お前はカイトを見ていてやれ。わかったわ。家に着きました。孫にスポーツドリンクを飲ませお風呂に入れます。着替えは以前に預かったものがあるので大丈夫です。暑さで疲れていたようで、冷房をつけた部屋に布団を敷いたらすぐに眠ってしまいました。家で一人泣いていたボロボロの孫を思い出すと、私まで泣いてしまいそうです。せっかくの誕生日なのに悲しいです。夫が言いました。あの嫁を成敗する。成敗？息子に連絡しろ。シンガポールだし、きっと仕事中よ。伝えておいた方がいい。夫がそう言うので、長男に電話をかけ、状況を説明しました。長男は意外にすんなり受け入れました。母さん、これで納得したよ。どういうこと？通帳からお金がどんどん減ってるんだよ。学校の集金だの、何かの修理代だの、カイトの習い事だの、いろいろお金がかかるって言ってたけど、結局はカイトを置いて毎日パチンコか。最低な母親だな。長男の声から軽蔑が伝わってきます。俺、仕事を調整してすぐ帰るよ。大丈夫なの？カイトの誕生日だし、帰国したかったんだ。無理にでも休みを取ればよかったと後悔してるよ。それに、俺もミカとはきちんと話さないといけないんだ。ああ、それって秀樹っていう男の人の件？孫の話に出てきた名前をなんとなく言ってしまいました。嫁ともう会えないという謎の男、秀樹。母さん、誰なの？秀樹って。大変です。余計なことを言ってしまったようです。飛行機が取れたら早めに帰る。カイトよろしくね。電話が切れました。どうしよう私ったら。言ってしまったものはしょうがない。私も知りたかったし、嫁に聞いてみましょう。あら、あなた何してるの？
電話が終わって夫を見ると、黙々と何か書いています。俺が脚本を書いて、お前はいつも主役だったな。何？大学の頃の演劇サークルの話？懐かしいけど、急にどうしたの？夫は一枚の紙を手渡してきました。お前は演技が上手だった。見ると、鍵括弧の中にセリフが書いてあります。やってくれ。何十年前のことだと思ってるの。セリフを読んで驚きました。これ、今思いついたの？夫がうなずきます。あとはアドリブだ。向こうが何を言ってくるかわからない。ええ、わかったわ。やるわ。任せたぞ、看板女優。やめてよ。何言ってるの？いつも空気のような夫が珍しく怒り、何十年かぶりのシナリオ作りにペンを取ったのです。可愛い孫のため、私も一肌脱ぎましょう。もしもし、お母さん？カイトはどこですか？そうこうするうち、嫁がやっと電話で連絡してきました。私たちがアパートを出てから5時間ほど経っています。孫があのまま正座させられていたらと思うとゾッとします。ミカさん。横にいる夫が腕を組みながらこちらを見ています。台本通りに進むかしら。私のアドリブ力も試されます。カイトなら、たった今息を引き取ったわ。え？玄関で倒れているところを発見されたの。もう手遅れだったらしいの。ミカさんに連絡がつかないから私たちが呼ばれて。スマホの電源を切ってたでしょ？ミカさん、こんな状況なのにどこで何をしていたの？どこで何をしていたの？それは、用事があって。カイトの命より大事な用事って何かしら？今となってはもうどうでもいいことだけど。お母さん、嘘でしょ？ねえ、今どこにいるんですか？家ですか？今からカイトの葬儀の手配をしなきゃいけないから、ごめんなさいね。嘘でしょ？待ってください。ああ、あなたのところには警察が行くと思うわよ。警察？じゃあ。電話を切ると夫は満足そうにうなずきました。さて、ミカさんが来ると面倒だから夕食でも食べに出かけましょうか。そのままどこかに泊まってもいいわね。カイトにはどう説明しましょうか。私たちの気が済んでも孫はどう思うでしょうか。俺に任せろ。ただシナリオ通りに進んでも最後に決めるのはカイトだ。この人、また何か書くつもりです。スマホの電源を切っておけ。健介からの連絡は俺に来る。はい。まだ役者が揃っていないからな。夫が少し楽しそうに見えるのですが、気のせいでしょうか。その時、リビングのドアが開きました。おばあちゃん、お腹すいたよ。カイト、起きたのね。少し元気になった？ありがとう。ママは怒ってなかった？あんなことをされても、母親のことを一番に気にする孫がいじらしいです。ママは怒ってないよ。今日はおばあちゃんたちと美味しいもの食べに行きましょう。カイトの誕生日だもの。わーい！孫の笑顔を見てほっとすると同時に腹が立ってきました。嫁は一体何をやっているのでしょうか。私が嫁に嫌われるのを恐れて下手に出ていたのが良くなかったのかもしれません。おばあちゃん、どうしたの？ごめんね。ちょっと考え事。かわいい孫のために嫁に気を使っている場合ではないのです。夫の書くシナリオの続きも気になります。こうなったら全部はっきりさせて、
ハッピーエンドで幕が下りるようにしましょう。私たちは孫のリクエストでハンバーグを食べ、近くのビジネスホテルに泊まりました。ゆっくり朝寝坊を堪能していると、長男から連絡があり、もうすぐこちらに着くとのことです。夫から続きの台本を渡されました。目を通すと無茶苦茶な内容です。セリフは大体でいい。流れを作ってくれ。台本を持っているのは私だけなのに、これは無理よ。心配するな。スマホの電源を入れるんだ。すぐミカさんから電話がかかってくるはずだから、近くのファミレスに呼び出すんだ。どうなっても知らないわよ。俺とカイトはここで待機だ。一緒にいてくれないの？通話中にしておいてくれ。声だけ聞こえれば大丈夫だ。夫には何か考えがあるのでしょう。素直に聞くことにしました。夫の言う通り、すぐ嫁から電話がかかってきて、指定のファミレスに呼び出すことができました。嫁は寝ていないのか、疲れ切った顔をしています。ミカさん、ひどい顔よ。私がそう向けると、嫁は私を睨んで吐き捨てるように、お母さんが警察とか言うから眠れなかったんですよ。家の中はカイトが汚してぐちゃぐちゃだし、もう最悪です。と言い放ちました。彼女の第一声に、かすかに残っていた希望もなくなりました。自分の子供のことを心配しているだろうと思っていたのに、この嫁は自分のことしか考えていないのです。すでに私と夫のスマホは通話状態です。ただ、あちらから指示が聞こえるわけではないので、私が流れを作ります。ミカさん、昨日何があったの？カイトの誕生日だったでしょ？誕生日とか関係ないです。子供が悪いことをしたら私は叱ります。カイトが悪いことをしたの？最悪ですよ。考えられないくらい悪いです。きっと父親に似たんですね。なんて勝手なことを言うのでしょう。私は息を深く吸い込みました。カイトは天国に召されたのに、どうしてそんなに平気な顔をしてるの？しばらく黙った後、嫁は言いました。私がワンワン泣いていれば満足ですか？血の気が引いていきます。嫁にもですが、この流れを予想して、すでにシナリオを書き上げていた夫に驚いてしまいます。秀樹さんが来てるわ。え？心臓がドキドキします。本当にこれを言っていいのでしょうか。秀樹さんがあなたを心配して会いたいって。嫁の態度があからさまに変わりました。ふんぞり返って斜め上を見上げていたのに、座り直して手は膝の上、髪の毛の乱れを直しています。どうして、秀樹が？ミカさん、秀樹さんって、秀樹さんでいいのよね。ええ、去年お母さんの家のリフォームを担当したハウスメーカーの鈴木秀樹さんです。わあ、すごい。セリフ通りに喋ったら勝手に話が進んでいきます。そうですか。営業の陽気な鈴木秀樹さんでしたか。いつの間に仲良くなっていたのでしょう。私と秀樹のこと、お母さんご存知だったんですね。やだ、言ってくださいよ。その時、ファミレスのドアが開いて、秀樹さんではなく、息子の健介が現れました。登場のタイミングはバッチリです。驚いて言葉の出ない嫁と、怒りと悲しみを隠せない健介。なんでいるのよ！シンガポールじゃないの？誰なんだよ、秀樹って。うるさいわね。何が悪いのよ！いや、全部悪いだろ。何考えてんだ、お前は。お母さん、どういうことですか？秀樹はどこ？鈴木秀樹さんとはお別れしたのよね、美香さん。いいえ、結婚するって約束してるんです。結婚？
カイトがいなくなったから、秀樹はすぐに戻ってきてくれるわ。当たり前ですが、これは台本に書いてありません。めまいがしてきました。ミカ、お金を返してくれ。お前がパチンコに使ったうちのお金。お金？返すわよ。カイトの生命保険金をあげるわ。お前って女は、最低だ。カイトが大切じゃなかったのか。なんとでも言って。私には秀樹が必要なの。二人の口論をハラハラしながら見守ります。手元の台本にはここまでしか書いてありません。これからどうなるのでしょう。なんと、ここで孫を連れた夫の登場です。ママ！カイト？生きてる？じゃあ、保険金は？気分が悪くなります。この嫁は母親としても人としても最低です。ちょっと、生きてるじゃない。嘘だったの？あなたを試して悪かったわ。反省して欲しかったの。でもよくわかった。カイトをどう思ってるか。嫁はそこにいる全員に汚いものを見る目を向けられています。嘘つき、騙したのね。あんたたちの方が最低よ。嫁を無視して息子が孫を抱きしめました。単身赴任は終わりにする。今までごめん。パパと一緒に暮らそう。本当は嫌だったんだ。寂しかったよ、パパ。ごめんな、カイト。ごめんな。父と子が親子の愛情を確かめています。やだ。あんたたち座りなさいよ。目立っちゃうじゃない。一緒の席に着くのも嫌だ。俺たちはもう帰る。ひどい。私が悪いみたいじゃない。当たり前だ。悪いのはすべてお前だ。息子はそう吐き捨てると、カイトの手を引いて出て行きました。孫は息子と手をつないで嬉しそうです。そして私の夫が口火を切りました。俺鈴木秀樹さんに連絡したんだけどな。お父さん本当ですか？鈴木さん、会社の女子社員何人かに手を出して、東北の端っこに飛ばされたらしいぞ。嫁は事情が飲み込めずあたふたしています。さて、行くか。そうですね、行きましょう。私たちは立ち上がり、わめく嫁の方を一度も振り返らずにファミレスを出ました。孫と息子に追いつくように早足で歩きます。今日もとても暑い日です。でも昨日と違ってカラッとした暑さです。孫と一緒にケーキを作りましょう。その後、大きな箱の誕生日プレゼントを買いに行きましょう。毎週でも毎日でもうちに遊びに来てもらいましょう。とても楽しみです。その後、離婚が速攻で成立してすぐに嫁は浮気相手の秀樹さんを追いかけたそうですが、ストーカー扱いされて今度こそ警察が来てくれたとか。行くところがなくなって息子に連絡してきたようですが、使い込んだ金を早く返せと言ってやったとのことです。夫はいつもの無口で空気のような人に戻りました。あの日は若い頃を思い出して改めて心を惹かれましたね。夫がまたペンを持った時のために発声練習をしておこうかな、なんて思います。孫のカイトが今日は台所に立ちました。あの時失敗したケーキ作りを完成させるためです。カイトは母親との嫌な思い出を断ち切るように小麦粉を懸命にかき混ぜています。いじらしいその姿に涙が出ます。もうすぐスポンジケーキが焼き上がるから、ジーとバーと一緒にデコレーションしようよ。カイトの瞳がキラキラと輝いていました。